はい、皆さん、こんにちは。先生のサブチャンネル、AI 初心者教習所は、この度リニューアルし、新名称、AI 音楽のバス隊になりました。新しいサブチャンネルを構築し直しまして、これからですね、YouTube で AI 音楽を発信していくときに、どうしたらチャンネルが伸びていくか、この過程をですね、皆さんと同じように、今日からチャンネルを始めたというような気持ちで、どうやって企画をしていくのか、そんなことを皆さんにお伝えしながらですね、チャンネルを作る見本のような動画をアップロードしていけたらというお話をさせていただきました。今日はその第1弾としまして、先生がどのようにスタートさせたかというところを見ていただこうと思っています。ですから解説用のスライドも作りました。AI 音楽ユニット、忍びバイブス誕生の舞台裏ということで、今日はお話をしていきます。忍びバイブスというのはですね、なぜこうなったか。そこらのところもお話ししていきますね。はい、今チャット GPT の画面をお見せしています。この青いバッグのところが最初に話したところです。ここ重要ですので、一緒に読んで確認していきましょう。YouTube での音楽ユニットの企画をあなたというのは、チャット GPT ですね。一緒に練っていきたい。構想や進化の過程を AI 音楽伸ばしたいという新しいチャンネルで AI 音楽コンテンツをクリエイターさんがチャンネルを伸ばすバイブルになるように一から構築する過程を見せることが目的ですと先生が音楽の YouTube を上げていくというのは最終目的ではありません。皆さんの見本になることが目的です。そこで伸ばすと考えたときはやはり海外にも通用するようなキャラクター設定をしていきたい。なぜならその AI は先日、ワーナーミュージックとパートナーシップを締結して AI 作曲が世界中でムーブメントになる可能性が出てきた。そういう風に感じています。よって第一案ですが髪型などは現在風で顔つきは洋風、そして衣装は着物を連想するような和風ガールズバンドというのが世界で注目を浴びるのでは、日本文化というのは世界中の人がとっても関心を持っていますよね。ですからそういう風に考えましたので、あなたの意見を聞きたい。すなわち、プロデュースを手伝ってほしいとこういう風に言いました。普通のバンドが演奏しているミュージックビデオでは面白くないので、ステージと制作風景を交互に動画発信するいわゆるステージはわかりますよね。もう作品です。そして、制作風景というような練習スタジオでの風景とか、そういったものもやっていくことが、注目を浴びる要素になるんではないかというふうに提案をしています。制作風景は曲作りや練習レコーディングシャーっていうのはアーティスト写真のことです。それらを撮っている様子とか、プロモーション動画撮影などをやっていきたいと。ステージは今までのミュージックビデオと同じでいいと、こんな構想はどう思いますか？こんな風に聞きました。皆さんも今、聞いたこのようなことを、チャット GPT やジェミニなどの AI に聞いてですね。そして一緒に練っていくということをやってみてください。はい、めちゃいいですねということで。戦略などをこのようにして、まとめてくれました。グローバル向け YO ハイブリッド AI ガールズバンド構想についての評価ということで、こういう風に書いてくれて、方向性の提案とかいうことで、ユニット名もここに、5つですね、挙げてくれました。そしてキャラクター設定は3から4人でいいでしょうかというようなことで、一旦このように挙げてくれました。私は、もうこれでいいと思いました。4人バンドで行こうと思いました。村長さんの案の中で特に強いポイントは、和風ガールズバンド、海外受けが最強である。今風の髪型と洋風フェイス、TikTok などで、猛烈に刺さるステージと、制作風景の交互に出していくということも、視聴維持率が上がるのでいいでしょう。AI 作曲×AI ビジュアル AI ストーリーこれは時代の最先端であるというふうに評価をくれています。そしてプロ音楽家としての安心感、先生の方は仕事として音楽をやっていますので、これが皆さんの見本になればいいと思います。そして次のステップはこういうことですよということだったので、答えたのは4人上で挙げてくれた構成で良いとそして、あなたが忍びと言ったので、ボーカリストは
くのいちいわゆる忍者の衣装がいいと思ったという風に回答をしました。そしてここでですね、AI ガールズバンドの正式プロトタイプ案というのを出してくれました。はい、今決めるべき次の一手ということで、ユニット名の最終決定をして、ボーカルックの位置のイメージ、固めこれをやっていくといいんじゃないでしょうかということです。青いところは先生の答えです。忍びバイブスで決定この、あなたとの会議ログも動画の一部です。今皆さんにこうやってお見せしていますよね。第1回目は4人の顔立ちやスタイルは決定しますが、まずは T シャツなどの普段着のラフなキャラクターを決めたい。いわゆる、普段着キャラというのを決めていきたい。なぜかというと、ステージだけじゃないからです。普段着で練習をしている風景とか、そういうのも出していきたいからです。ということです。4人の集合写真と立ち絵それらを、キャラクターシートとして、プロンプトを作ってほしいという風に言いました。はい、このようにですね、プロンプトを出してくれました。そしてそれができたので、Google のジェミニの方で、ナノバナナプロで画像を作っていきました。最初の1枚は今回新しい AI 音楽ユニット忍び、バイブス YouTube のミュージックビデオ企画をスタートしました。実際は4人のユニットのステージ衣装は着物や忍者スタイルなのですが、構想自体を動画で見せる企画なので、普段着姿のキャラクターシートを集合と個別の5枚作っていきますということで、ここに見えているのは集合写真のキャラクターです。こんな風に作ってもらいました。ちょっと大きくしてみましょう。こういうキャラです。黒い服がボーカリストです。そして隣の柔らかい感じこの人がベース左側がギター、一番右側がドラムというような設定になっています。そして、このようにキャラを作っていくという風になっています。そしてもう皆さん最初に見ていただきましたが、今回の動画のサムネイルこれもですね、ナノバナナのプロに自動で作ってもらいました。これはどうやって作ってもらったかというとですね、ここの上にチャット GPT と先生が会話をしている会話のシェアを URL でしました。これはチャット GPT との企画打ち合わせです。この内容を把握して第1弾は構想から普段着のキャラクターを決定するところまで、それを一つの解説動画にします。その時のサムネイルを考えてほしいタイトル的には AI 音楽チャンネルを伸ばす方法。第1弾バンド名から普段着のキャラクター設定、こんなイメージのサムネイルを作りたいが、先生の書いたのでは文字数が多すぎるとインパクトがない。あなたに任すので強烈なインパクトのサムネイルをナノバナープロで作ってくださいという風に言いました。そしてできたのがこれです。なかなかいい感じですよね。ちゃんと4人のキャラクターも入ってですね。漢字で忍びと書いてくれているところなんかも。文句のつけようがないほど、いいサムネイルを作ってくれたと思います。そしてこのスライドなんですけれども。これはですね、マナス AI で作りました。これもチャット GPT との会話を送ってですね。ナノバナナでできた画像それを合計5枚送ってですね。この資料を作ってもらいました。マナスはとってもスライド作りにも強力な AI です。このチャンネルの目的は透明性企画の初期段階から皆さんに工程をすべて見せるということですね。2番目は実践性実際にチャット GPT との会話とかを皆さんに見せてですね。どんな企画をやっていくか今喋りながらも見せています。そして同じ手法で自分のプロジェクトを始められる。これが大事です。皆さんへの見本になるようにと思ってやっています。そしてこれは国内だけではなくて、海外の視聴者さんも集めれるということを想定した音楽チャンネルこれを皆さんにも一緒に作ってもらいたいそんな風に企画しています。なぜ今 AI 音楽なのかということで、先日スノー AI がワーナーとのパートナーシップをやるということで、ここにありますように参入障壁の低下というこれが一番大事だと思うんですね。AI 音楽に3年ぐらい前から力を入れてきました。今までの音楽家の人はあんなもんで音楽作って、村長あれで作ってると思ってんのみたいなぐらいに、バカにされるぐらいの時がありましたが、今や AI 作曲というのは、市民権を得てきたと言ってもいいと思いますし、敵対していた海外の音楽協会などが、
提携を組むことを容認してきましたので、ここらで市場が一気に伸びると考えています。はい、そして皆さんにお見せしていたように、チャット GPT と企画会議というのをやってみませんかということを皆さんにご提案しています。自分の思いをチャット GPT とかに伝えてですね、資料として作り上げてもらうようにしていくといいんではないでしょうか。ここで大事なのは、音楽チャンネルを作ると言ってもですね、コンテンツ戦略が他のチャンネルよりも優れていないとですね、普通のミュージックビデオでは勝てないという時代に、どう差別化するかということで、ステージエイドとかですね、制作風景、この2つを両立してですね、見せていくようなチャンネルにすれば、どうかということ先ほども言いましたよね。他のチャンネルとは違った形で、チャンネル運営を展開しないと、いくらやっても成果が出ないという風になると思います。そこでユニット名の決定というところですけれども、忍者というところで忍びバイブスこれでいこうという風に思いました。そして、和洋折衷みたいなものを一つのブラウンディングとして計画しようと考えています。キャラクターを作る時のアイデアですけれども、まず普段着を作ったというのは、この01にも書いてますように親しみやすさということです。いつもステージ衣装で出てくるだけじゃなくて、普段を見せるこれとっても有効なんですね。YouTube なんかでもプロの方がですね、歌ってる姿だけじゃなくて、普段トークこれをやってるチャンネルってめちゃめちゃ伸びてるんですよね。この辺のところも取り入れてですね、最終ステージだけではなくて、普段のキャラクター、いわゆるファンになってもらうわけですから、アイドルグループの普段ラーメン食べてるところとかですね。そういうのと同じようにですね、キャラクターを考えていく。これが大事だと思います。4人のメンバー構成は先ほども言いましたように、ボーカルくのいちそしてギターはクールベースはソフトそしてドラマー一番右側はエネルギッシュこんな風なイメージで一人一人のキャラクターを性格も含めて作り上げていく。こういう風にしました。何もこれには自分が頭をひねって考える必要はありません。チャット GPT とかと相談すれば、こういうものを一気に作ってくれます。動画を今日これやろうかなと思ってから、どれぐらいの時間がかかっているかというと、25分から30分ぐらいです。録画スタートとするまでですね。そんな短い間に、こんな資料もナノバナナでの画像まで、全部作り上げたわけです。そして集合の立ち絵の完成ということで、まあここは読んでいただく点もほぼないんですけれどもこれはチャット GPT の提案でもうキャラクターも全部考えてもらいました。はいこれがボーカリストくのいちです。忍者姿の着物って言うんですかね。ああいうのなんて言うのかわかりませんけれども。それを着てもとっても似合うと思います。次がギターです。どんなギターを持たすかは今は仮です。こんな感じでギタリストはちょっとクールな女性ということでまだ名前とかはつけていません。次の女性は、おしとやかって感じがしますよね。これはベーシストです。そして今はイラスト系のキャラですけれども。これを実写風にするのか、ちょっと迷っているところです。ドラマーは、エネルギッシュというぐらいでですね。見た目がエネルギッシュなイメージがありますよね。こんな感じのドラマーということでやりたいと思っています。プロンプトを作るときのポイントですけれども、チャット GPT に任せたわけですけれども、具体性がいります。髪型や服装、表情、雰囲気そしてキャラクターシートを必ず作ってですね。キャラクターの一貫性をしないと、毎回のステージが違う顔では、ファン化というのができないと思います。そしてスタイルというのも大事です。さらにはプロンプトというのは、汎用性があった方がいいですね。ナノバナナだけではなくて、ラリース類で作るときも、よく似たキャラクターになるようにしっかりとしたプロンプトの作り込みが必要だと思います。では最終のスライドですけれども、次のステップということで、普段着キャラからステージ衣装これを着させるということです。今、マナスの方には着物ということを徹底的に話していませんので、学生服のようなイメージの写真を放り込んでありますけれども次は、ステージの衣装についてどのようにして
プロンプトを作っていったか。そしてそれはどういうことをイメージして、どんな楽器を持たすのか、そこらのところもちゃんとやっていきたいと思っています。皆さんは自分の YouTube チャンネルを今よりもさらに伸ばしていくために、どういうステップを踏んでいって、どういうことを計画していけば、成果につながっていくのか、そんなことをこのチャンネルで勉強していただけたらと思っています。二顔江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。楽しんでいただけたなら、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。それでは今日はありがとうございました。またね。